こんにちは、ゆうです。前回のリクエスト企画の動画にはおめでとうの言葉をたくさん書き込んでくださり本当にありがとうございました。企画に参加してくださる方もかなりたくさんいらして、リクエスト内容もいろいろで見ていてとってもワクワクしました。これからデザインをじっくり作っていこうと思いますので、よかったら他の方のリクエスト内容なども見ながら完成を楽しみにしていただきたいと思います。さて、今日はなぜ空港の中にいるかと言いますと、島の入り口である空港前の島クリエイトをしたいと思っているからです。複数のフレンドさんに通信で遊びに来てもらった時に、島の入り口で全員揃うのを待つこともあったりするので、写真を撮りつつ待機するのにちょうどいい場所を作りたいと思っていました。ちょっと空港から遊びに来たつもりになって入り口を見てみましょう。空港からの桟橋を降りていくと、ピッコリーノ島の入り口はこんな地形になっています。以前の島では入り口の両サイドに崖を作って視界を塞いでしまっていたのですが、もっと開けている方がお迎えする時にも集まりやすいかなと思いました。左側に小さなビーチがあって、波打ち際でカメラ起動をすると桟橋もフレームに収まります。桟橋に立つとこんな風に見えます。旅行のスタートっぽい上陸の瞬間の写真が撮れそうな気がします。なので今日はこの桟橋も含めて待ち合わせにぴったりな大きなカフェのある景色を作っていこうと思います。それでは早速島クリエイトやっていきましょう。イメージとしては、右側は案内所前とつながる道を作って、左側のかなり広い範囲に大きなカフェを作ります。まずは桟橋から直接つながるメインの縦の道を作っていきます。入り口は結構並んでフレンドさんをお迎えしたりすることが多いので、気持ち広めの道にしたいと思います。そしてここでは島栗の地面を使わずに直接マイレザーを敷いていきます。案内所前の道と同様にストーンプレートや段差で細かく道を分けて地面のデザインを切り替えて装飾をしていきます。一番手前となるこの場所はちょっと小さな広場をイメージして丸っこい形で分割をしてみました。この道の左側から直接カフェの敷地に入れるようにつなげていきます。ここからは島栗の組木の道を敷いていきます。この木の床がカフェの屋内の範囲になります。一番外側はストーンプレートでぐるっと一周させる予定で、隙間を作りたくないので、実際に見える床の範囲よりも一マス分大きく組木の道を敷いています。床が敷けたのでストーンプレートで縁取りをしていきます。このプレートの上に壁となるアイテムを配置したり、柵を打ったりしてカフェの建物を作っていきます。地面の下準備が出来上がりました。L 字型の店内で、手前のこの草地の部分にはオープンテラス席を作ります。テラス席の床には新しく作った木の床のマイレザを敷いていきます。このデザインはヘリンボーンのような木製の床とひし形のタイルのフレームが組み合わさったデザインになっています。
1から8までを使うと綺麗なフレームが出来上がります。フレームがない床のデザインもあるので、隙間の部分をこのマイテザで埋めていきます。フレームの内側にはこちらも新しく作ったタイルのデザインを敷いていきます。タイルを隙間なく埋めると、ちょっとモロッカン風の装飾的な床が出来上がりました。これで床のデザインがすべて出来上がったので、今度は建物部分となるアイテムを配置していきたいと思います。今回はマリオコラボの空中ブロックを使って屋根のあるカフェにしたいと思います。なので壁には空中ブロックに合わせて茶色い背の高い家具やパネルを使っていきます。角になる部分に柱を設置するイメージで、ウェディングなパイプオルガンやアンティークな時計を後ろ向きに配置していきます。ストーンプレートを敷いた部分が店内と屋外との境目になるので、その部分に壁や柱を設置したり柵を打っていきます。大体の柱の位置が決まったら、次は奥側にシンプルなパネルを使って壁を作っていきます。こちらも新しいマイテザで、ガラスの窓やガラスブロックの壁のデザインを作りました。不規則な凹凸のあるガラスブロックの壁と、普通のガラスとすりガラスを組み合わせた窓のデザインを作りました。どちらもブロンズのフレームに色を合わせています。奥の壁を一面このガラスにしてもいいのですが、今回は店内の配置を考えつつ、普通のリメイクをしたパネルも使っていきます。ここには木製の本棚を置いてみました。1マス分壁を開けたところは裏口のようなイメージです。通り抜けができるようにしておくと、よく住民さんが入ってきてくれる気がするので、あえて開けておくことにしました。さて、今度は空中ブロックの屋根を設置していきます。ブロックは設置すると後から微調整ができないのが少し面倒ですが、一応すでに奥の壁を設置しているので、その壁に沿うように立って配置をしていけば、比較的位置ずれが防げるかなと思います。次にブロックの列より1列手前にテーブル席を作ります。アイテムがすでにある部分には空中ブロックは設置できないので、この部分は屋根が開いている形になってしまいます。ですが1マス分だけの空白なので、真上から見ない限りあまり気にならないかなと思います。正面から見るとこんな感じです。この後手前側に窓を作って中が覗けるようにしていきます。こちら側にはレジを置いたり、コーヒーを出すカウンターを作ります。こちらも手前に窓を作って覗ける場所として作ります。覗くとちょうどカウンターの後ろ側にガラスのマイテザが見えるように配置しています。左側の壁の部分はあえて塞がずに、川を眺められるテラス席にすることにしました。川に少しせり出した地形にして、この部分にライトを置いたり低木を植えていきます。一人用のテーブル席を2つ用意してみました。
家具が配置できたので、また屋根を作っていきます。先ほどと同じように家具の列に沿うように立ってブロックを出していきます。あとはこの手前の区画です。奥のカウンターを隠したくないので、アイテムは控えめにします。先に周囲にぐるっと空中ブロックを配置していきます。そうすると、ここに2列分の空白ができました。斜めから見るとかなりスカスカな感じがするので、1列分塞ぐことにしました。1列分の空白だと斜め上から見た時に下の様子がほとんど見えないので、隙間が空いている感じがしにくいかなと思います。最後に空いている部分を家具で塞いで窓を作ります。窓にはあえて白い色にリメイクした屋台を使います。茶色い色だと全体に少し暗い印象になってしまったのと、店内との差をはっきりさせたくて明るい色にしてみました。それから入り口側の屋根の照明としてガラスのキャンドルホルダーを置いておきます。特に入り口の真上には目立つ貝殻のランプを設置することにしました。そして一番目立つ窓の横に白い目地のガラスブロックの壁を設置します。正面から見るとこんな感じです。屋台から店内が覗けてテーブル席が見えます。外側が明るくて店内が暗めのトーンなので、より中と外の差がはっきりしたかなと思います。離れて見てみるとこんな感じ。かなり大きな建物がある景色になりました。テラス席のレイアウトをしていきます。パイプオルガンの前に色を合わせた街灯を置くと、一見壁にランプがついているように見えるので最近気に入っています。観葉植物も多めに設置して華やかにしましょう。こちらのテーブルの上にはオリビエサラダ。カフェというよりもカフェレストランのような感じで軽い食事もできるお店のイメージかもしれません。手前のプレートの上には生垣と足元を照らすガーデンライトを設置しました。そうそう、メインの通りに看板を出しておきましょう。この道を通った人が看板を見て左側のお店に誘導されるイメージで設置をしています。お店の入り口にはピッコリーノの旗の舞出座をイーゼルで飾ります。このお店は島の名前を冠したカフェピッコリーノという名前にしたいと思います。メインのカフェとオープンテラスが出来上がりましたが、さらに手前のビーチにも座席を作りたいと思います。まずこの段差の部分が少し気になるので、生垣で隠してしまおうかなと思います。ビーチに柵を打つ時も基礎があった方がしっくりくるかなと思うので、ストーンプレートを敷いておきます。ビーチの座席はウッドデッキの上に作りたいと思います。先ほどご紹介した舞出座でまたフレームを作っていきましょう。カフェの方は1人や2人の席が多いので、ウッドデッキの席はもう少し大人数で座れるようにしたいと思います。このままだとのっぺりした床になってしまっているので、手前に段差のデザインを敷いていきます。
段差は今回4種類のデザインを作りました。少しせり出したタイプの段差と斜めにカットされた段差が左右1つずつあります。さらに少し引っ込んだタイプの段差も作りました。つなげるとこんな感じの立体的な段差になります。もちろん1種類だけ段差を使うのもいいと思います。側面の切れ方が少し気になってしまうのですが、低木や生垣を設置して隠してもらうと違和感が少し薄れるかなと思います。この手前の端っこの部分にどうしても生垣を設置したいなと思ったので、構造に違和感があるのですが、ストーンプレートに変えることにしました。フレームの内側は同じタイルを使います。タイルは今後違うデザインを追加する予定ですが、よかったら普段使っているタイルも合うか試してみてください。ウッドデッキの周囲を囲むように生垣を設置しました。ウッドデッキの上はカーニバル家具を使ってレイアウトしていきます。カーニバル家具は小さな照明がついているので、夜もロマンチックな雰囲気になって可愛いです。木陰を作るヤシの木も忘れずに植えておきます。奥の窓やテラスを隠さないように位置に気をつけて植えておきました。座席に使うのは屋台の色と同じグリーンのボックスソファーです。奥から入ってこれるように一マス間を空けておきます。家具をいろいろ置きたいところですが、集合写真が撮れるような場所にしたいので、座席にも座れるように控えめにしておきました。全体のバランスを見つつ家具の微調整をしていきます。こうして飛行場前の大きなカフェが出来上がりました。Somehow it needed more. Oh, maybe the way that our hearts became true is the same way they all do. When I wake up, I want to see the sun shine across your face. When I walk with you, I want
こまで見てくださりありがとうございました。完成したカフェと街並みを見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。こんなデザインやレイアウトを気に入っていただけましたら嬉しいです。次回の動画では今回使ったデザインのどれかのメイキングをご紹介したいなと思っています。ウッドデッキかガラスのパネルかタイルか、メイキングの様子が気になるなというデザインがありましたら、よかったらコメントで教えてください。今回の動画の内容やデザインを少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録やいいねボタンを押してみてください。今後の制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。それでは今回も拙い動画ではありましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。